こちら、グラスは福岡県のトッキーというかでやってます。全部九州のものでちょっとできたらなっていうので、ベアーズブックっていう熊本のジンとシャルトリューズと、あとはその中に緑茶も漬け込んでいるものですね、あとは熊本のバッカンジュースというシトラスジュースを加えます。ジンありきで熊本のこれもうほんとジンありきですね。なんか特別個人的につながりがあるそうですね、熊本もちろん行ったことはあるんですけど、このカクテルに関してだともう熊本ありきで、もうジン発はい、信で、そうです。使ってるベアーズブックっていうジンがですね、熊が本読んでるような、ラベルなんですけど、それを見た時に熊って本よりは蜂蜜のイメージは僕の中であったので、プーさんのイメージ。そうです。ジンは結構そういう遊び心があるのが好きなところなんですよね。こちらガーニッシュはほうじ茶の寒天を使います。でこちらほうじ茶も熊本県産のものを使用してます。このジン結構面白いのが、ベアーズブックジンっていう見た目がすごく海外っぽいので、なんかどこのジンですかってよく言われるんですよ。でよく呼んでくださいっていう風に言うと熊本ですかみたいな感じで言われて、結構これでもうまずは一笑い取れるっていう。次は鹿児島のその志布志ジンっていうのを使ったカクテルにします。でカクテル名もこちら志布志っていう名前で、小倉さん自体はご出身とかは出身岐阜県なんですよ。なんかあれ、はい、さっきから九州やたら九州をそうですね、たまたまなんですよ。たまたまやっぱジン作ってるとこってその焼酎の会社さんが多かったりとかするので、なんか九州寄りになっちゃうんで岐阜のやつとかもね作りたいんですけどね。僕が揖斐川町っていう、岐阜市から車で1時間離れて山奥の方なんですよね。で揖斐川どっちですか？揖斐川は西の方ですね。西の方はい。大垣のさらに大垣のさらにそうですね。要は伊吹山とかあっちの方なので、僕の出身地が久世村っていう村だったんですけど、村なので同級生7人しかいないんですよね。マジか。しかもそれが保育園、小学校、中学校と全部一緒だったので、じゃあもう本当に岐阜市っていうよりは岐阜の村っていう村っす。はい。で岐阜県久世村日坂っていうところで育ったので、日坂っていうのが店名なんですよ。その日坂なんですね。でワンちゃんのロゴは久世村の地形の形からワンちゃんのロゴに仕上げてるっていうのがこのお店のロゴマークなんです。今合併して揖斐川町になってるんですけど、村の形がこういう形だ。岐阜県も犬の形って言われてるので、大体岐阜市がこの辺なんですよね。で郡上八幡とかこっちの方で、僕のところはここだったりなんですよ。だからちょっとこう山の方になってるっていう。内側のそのルームっていうのはその前のお店をイメージして、デザインしてると。で酒屋と、ジンのテイスティングバーっていう感じで、営業してます。
大きく違うのはちょっとまず、支払い方法がちょっと違ってて、こういう感じでドリンクチケットを買ってもらうんですよね。で1チケット770円で販売してて、綴りで、11枚セットしてお得に1杯無料券もついてるっていう。ジンをもっともっと知ってほしいっていうのと、学生の方とか、若い子にもどんどん知ってほしいっていうのもあって、この価格帯で、ジントニックを出させていただいてます。まずこちらクエスチョンは、福岡県の久留米で作られてる、ジンですね。ここもともと焼酎作ってる会社さんなんですけど、最近試飲させていただいて非常に面白いなと。使われているのはコーラナッツだったりとかクローブだったりとか、あとカルダモンブラックペッパーとかを使用して、スパイシーな香りがあるっていうのがこのジンの特徴ですね。あとはこちらはキッカジン。キッカジンは奈良の、ジンなんですけれども、大和立花というちっちゃなみかん、あとは陶器というアンジェリカですね、あとはジュニパーベリーを使用した、ジンになっております。こちらスティルダム、佐賀県のジンなんですけど、このバッジに関してだとスモーキーな香りがあるのが、特徴的なジンですね。なんかジンってあんまり、ドライなイメージだったりとかそういうのがあるんですけれども、こうウイスキーのラフロイグだったりとかボーモアみたいなこうスモーキーなやつもあるんですよっていう、あくまでも一つの面白さとしても、十分使える僕の好きな調理所の一つですね。マオシマはこれカンボジアのジンですね。最近いろんな品評会の金賞も受賞してますし、このお手製というかこのボトルの形も非常に特徴的、なジン、トロピカル&シトラス、こちらのバッジに関してだとパイナップルだったりとか、カンボジアのライムだったり、マンゴーとか、なんかそのフルーツの要素が しっかりあるのがマオシムジンの特徴的なところ。次はイタリアのジンモッシはこれは個人的に今一番好きなジンの一つなんですけれども、イタリアのその香水作る、調香師さんが手掛けてるジンでして、ジンもストレートでこんなにうまいんだっていう思わせたジンですね。なんかボタニカルは明かされてはないんですけれど、最初の香りと飲んだ後のギャップがまた楽しめれるジンですね。ぜひこれはストレートからまず飲んでほしいです。で次グリーンフックジンスミス、こちらはニューヨークで作られたジンなんですけれども、このジンは結構ジュニパーの香りがめちゃめちゃ強いんですよね。でジュニパーの強い香りが強いので、ジンの愛好家の人にも非常に受けがいい、ギムレットとかにも、使いやすいジンですね。でこっちはアイル・オブ・ハリスですね。こちらうちのシグネチャーカクテルにも使われているんですけれども、これシュガーケルブ昆布を使用した、ジンです。昆布のうまみもあったりとかグレープフルーツの爽やかさもあるんですけれども、ストレートだったりロック、あとはカクテルにも仕上げても美味しいし、ボトルも非常に可愛いので、女性の方からも、受けはいい、ジンです。最後こちらジン、最近日本に入ってきたジンの一つなんですけれども、その中の、こちらはオレンジ&ハニーというものに、おすすめいたします。オレンジハニー、甘みが非常にあったりとかシトラスの香りがあったりとかするジンの一つで、ジントニックにも飲んでほしいジンですね。こちらは2人の科学者がジン大好きすぎて、もう科学者辞めてジンの蒸留所を作った、そんだけ愛着がある、ジンに対して愛着があるジンでございます。ちょっとでも旅行してる気分になってほしいなっていうこともあったので、いろんな国のものを仕入れたりとかで、その地方の素材とかも仕入れて、ちょっとでも旅行してる気分を味わってほしいっていうのをやってました。何でもそうなんですけど、僕もそうだったんですけど、やっぱ入り口って飲みやすいやつの方が好きになるんですよね。で好きになってってからちょっとマニアックなものを言って、で王道を知って、で王道がうまいってなると、じゃあちょっとその昔の王道はどんな味だったんだろうかっていうのが今後起きるとは思ってるので、だからそういうなんか知識だったりとか先輩の意見とかも聞いたりして、僕も勉強はしてますね。